ねえ、ちょっと、お茶さっさと持ってきてよね。ソファーにふんぞり返って、私を呼ぶ義妹の声。私は、すべて投げ出したくなるような気持ちをこらえて、お茶の支度を続ける。怒って言い争いをするのは簡単だけど、そんなわけにはいかない。母さんだって辛抱しているし、部屋には幼い姪っ子だっているのだから。ねえってば、何してんのよ。たくもう、どいつもこいつもグズなんだから。調子に乗った義妹が一層声を荒げる。ああ、一体いつまでこんな理不尽な人との関係が続くのだろう。まるで奴隷にでもなったような毎日。私はもう耐えられそうにない。私の名前は由美子、30歳。食品関係の専門商社で営業事務の仕事をしている。会社の業績はまずまずで、働き方にも人間関係にも大きな不満はない。結婚はまだしていないが、今のところ気になる相手もいない。というより、今の私は異性との交際や結婚には全く憧れを持てずにいる。それは弟と義妹の悲惨な夫婦関係をいつも目の当たりにしているからだ。弟の勝が玲子と結婚したのは今から5年ほど前のこと。何でも最初に2人を引き合わせたのは勝の上司にあたる人らしい。奥手な勝に彼女ができたというので、当時の私と母はとても驚いた。勝はあまりにも消極的な性格だったから、結婚なんて夢のまた夢と思っていたのだ。だけど、トントン拍子に話は進んで、勝と玲子はスムーズにゴールイン。翌年には娘の静香も生まれた。結婚、出産までは特に問題はなかったが、おめでたいことばかりではなかった。なんと、結婚相手の玲子は、性格に難のある、とんでもない女だったのだ。結婚後、玲子はすぐに、勝の稼ぎの少なさに文句を言うようになった。自分の収入もそれほど多くはないのに、そのことは完全に棚に上げていた。新築の一戸建てを買って住みたいけど、今の勝の収入じゃとても無理だわ。ついには、こんな解消なしとは別れたい、と言い出したので、私も母も慌てた。この機会を逃したら、勝に2度目の結婚のチャンスはやってこないと思ったからだ。結局、家の購入資金3000万円は母が貸すことになった。数年前に病気で他界した父が残してくれたお金があったのだ。遺産のほとんどが家の購入に使われるのはとても腹立たしかった。だけど私は弟のためだと思い我慢をした。その後、調子に乗った玲子はわがままな本性をあらわにするようになった。自分は仕事が忙しいからといって、毎日のようにうちの母を呼んで家事をさせた。静香の保育園の送り迎えは私がたびたび借り出された。母親の玲子と違って静香は物静かでおとなしく、とても可愛らしい女の子だ。母と私は静香を溺愛し、たっぷりと愛情を注いで世話をした。というのも、実の母である玲子が静香に随分無頓着だったからだ。せめて私たちが親身になって接してあげないと、静香があまりにもかわいそうだった。玲子は休日も母や私を呼び、家事や育児を肩代わりさせた。家のすべてを私たちに任せて、自分は何をするかというと、それじゃあ行ってきます。あとはよろしくお願いしますね。と、外に出て行ってしまう。いつも休日出勤という名目だった。休日出勤は本当かどうかはわからない。もしかしたら
どこかで遊んでいるのかもしれない。けれど、母も私も信じるしかなく、あえて確かめようとはしなかった。マサルの稼ぎが少ないから自分が頑張るのだと言われれば何も文句は言えなかった。玲子は静香が甘えたくても甘えることができず、休みの日には姿を消してしまう母親だった。食事の世話などをしていると、静香はたびたび寂しい思いを口にした。静香がおとなしくしてないと、ママ静香のこと嫌いになっちゃうんだって。静香はまだ4歳。本当なら子供らしく活発さを発揮して元気に遊び回っていいはずの年頃だ。けれど、いつも姪っ子は萎縮していて自己主張などほとんどしない。日頃から玲子に冷たく扱われて我慢しているのか自分らしくいられない様子だった。見かねた私がもっと静かのわがままを聞いてあげたらどうかと意見すると、はあ？子育てもしたことないくせに分かったような口を聞かないでもらえる？玲子は怒ってすぐに声を荒げる。とにかく黙って子供の世話だけしていればいい。口出しはするな。ということだった。納得がいかなくて腹を立てる私のことを母は何度となくなだめてくれた。あまり波風を立てないようにしようね。いつかはきっと玲子さんも分かってくれるよ。そのいつかが来るのが先か、それとも私が我慢の限界を迎えるのが先か。その後も私の家庭環境は玲子のせいでさらにめちゃくちゃになっていった。いつも玲子の言いなりで気弱な勝には任せておけない。静かのためを思って母と私は頑張るしかなかった。母と私のことは毎日のように家に呼びつけるが、玲子は絶対に私の実家に来ることがなかった。先日の父の法事でさえ顔を出さなかった玲子にはさすがに呆れてしまった。私からの確認の電話に出た玲子の口調は驚くほど軽かった。玲子さん、今日法事だって伝えたはずでしょ？なんで来てくれないの？すみません。どうしても外せない用事があって、いけないんですよね。後でマサルを問い詰めたところ、玲子はその日、ずっと家でゴロゴロしていたらしい。用事があるなんて真っ赤な嘘で、単に義実家に出向くのが億劫だったに違いなかった。こんな非常識で無神経で恥知らずな人がいるだろうか。私は自分が玲子のことをどんどん嫌いになっていくのを感じた。お腹に2人目を宿すと、玲子はこれまでにも増して家事をしなくなった。相変わらず母と私を呼び出し、料理をしろ、掃除をしろ、洗濯をしろと散々こき使う。私たちにだってそれぞれの生活がある。母は専業主婦だけれど、私には仕事もある。甘えて利用されることも迷惑だし、何より玲子本人のためにならないはずだ。そう腹を立てる私のことを母はいつもたしなめた。マサルと静香のためにも今は私たちが我慢してあげましょう。母はとにかく辛抱強かった。玲子が料理の味や掃除の仕方にいくら文句を言ってきても平気な顔をして対応する。こんなに家政婦扱いされているというのに全く反抗しないし愚痴も言わない。そんな母を見習って私もなんとか怒りを抑えて接するように努力した。間違って私たちに対する玲子の怒りが静かに向かないように意識した。ただ私は母ほど人間ができていない。自分でも気がつかないうちにストレスはどんどん溜まっていった。ある日の午後のことだった。私は食事の後片付け、母は静かな遊び相手をしていた。産休中の玲子は
いつものようにテレビを見ながらソファーでふんぞり返っている。その玲子があろうことか母を顎の先で使って、ちょっとお母さん、そこのゴミ拾っておいて。と自分の足元のゴミを指してみせた。あまりにも彼女の態度がひどいので、私は思わず大きな声を出してしまった。それくらい自分で拾ったら？妊婦だという以前に、あなたの態度、本当に最低よ。静かの教育にも悪いでしょ？それくらい少しは考えたらどうなの？なんですって？私は稼ぎが悪くてネクラで陰気なあんたの弟と結婚してやったのよ。子供まで産んでやるっていうのに、ごちゃごちゃと文句言うんじゃないわよ。たちまち激しい言い争いになった。我慢しなければいけないと頭では分かっているのに、私は止められなかった。たまりにたまった不満をひたすら玲子にぶつけ続けた。また玲子も全く引かずに、言われたら言われただけ言い返してきた。とうとう静香が泣き出した。部屋の隅にいたマサルはおろおろするばかり。そんな中、冷静だったのは母だけだった。静香の前よ。二人ともやめなさい。その一言で、私はようやく我に返った。玲子は私のことをすごい形相で睨みつけてきた。今度またごちゃごちゃと文句を言ってきたら、マサルとなんかすぐに別れてやるからね。その後から私と玲子は冷戦状態に入った。こんな女との結婚はマサルにとっても不運なことだ。今更ながら私はそんなことを思わずにはいられなかった。臨月が近づくと、マサルと玲子の家には次々とネットで買った荷物が届き始めた。暇を持て余した玲子が次から次へとベビー用品を買い漁っているのだ。ただ、玲子はなぜか静かのものはほとんど買おうとしない。買うのは赤ちゃん用のものばかり。静かのことは完全に無視をしているようだ。あまりに歴然と扱いに差があるので、私は静かのことが一層哀れに思えた。そういえば、静かが玲子に甘えたり、おねだりしたりするところを見たことがない。マサルに確かめたところ、家族3人でいる時も、静かはずっとおとなしいのだとか。賢い子なんだよ、と、マサルはなぜか辛そうに言った。わがままを言っても、無駄なんだと分かっているんだと思う。かわいそうすぎるよな。聞けば静かは、ここしばらく、おもちゃも服も買ってもらったことがないらしい。つい先日、静かの誕生日にも、玲子からのプレゼントはなかったのだとか。私も母も、静かが好きな絵本や、おもちゃのアクセサリーを送ったというのに。誕生日なのに、親からプレゼントの一つもないなんて、ちょっとおかしくない？贅沢を覚えさせるなって、玲子が言うんだよ。何か他に理由があるのではないか。父親として何か思い当たることはないか。もしも何か知っているなら、ぜひ話してほしい。あまりにも静かのことが気がかりで、私はマサルにしつこく問いかけた。ちょうどいいことに、玲子は産婦人科に行っているので、聞いておくのは今しかないと思った。すると突然、マサルがしくしくと泣き始めたので、私はびっくりしてしまった。どうしたの？どうしてマサルが泣くの？姉ちゃん、俺、もう耐えられないよ。最初からこんな関係無理だったんだよ。私は母を呼んで一緒にマサルの告白を聞くことにした。なんと、玲子はマサルの上司とずっと関係を持っているのだというではないか。二人を引き合わせた上司がその相手だと聞いて、私は全身の血の気が引くのを感じた。仕事のフォローも
昇進するのも全部面倒を見てやるって言われたんだ。その代わり黙って玲子と結婚しろって。俺、その上司には逆らったりできなくて、それで。マサルと結婚はしたけれど、玲子はその上司との関係は続いている。彼の命令なら別の男と結婚もするし、その子供も産むという心酔ぶりらしい。静香は俺の子だけど、今、玲子のお腹にいる子は絶対に違う。多分、その上司の子だ。許せない。どれだけ私たち家族をバカにすれば気が済むの。そう怒鳴ったのは母だった。息子の涙を見て、堪忍袋の緒が切れたようだった。母が先に怒ってくれたおかげで、逆に私は冷静になることができた。感情的になるのはやめて、準備をしっかり整えてから決戦に臨まなければならない。玲子への復讐のため、私は母と弟にある相談を持ちかけた。後日マサルが臨月の玲子に、私と母が見守る前で離婚届を突きつけた。それは私たち家族からの絶縁状だった。玲子の目は冷ややかで、少しも悪びれる様子などなかった。私とあの人に逆らうなんて、あんた正気？会社にいられなくなってもいいわけ？もうたくさんだ。離婚して会社も辞める。もうこんな扱いには耐えられない。マサルの上司と玲子の関係を裏付ける証拠は揃っている。二人は玲子に子供ができてからも頻繁に会っていたのだ。私たちは更新所を利用して決定的な写真や音声データを確保した。それにマサルや私たちに対する玲子の暴言もちゃんと記録に残っている。たとえ裁判になっても勝てるように準備をしてきたのだ。私たちにそこまで言われてようやく玲子が不安そうな顔を見せた。普段はあれだけ温厚な母がいかにも腹に据えかねた様子で強く畳みかけた。この家を建てるときに貸した3000万。あれは一括で貸してもらいますからね。一括ってそんなお母さん。いい加減にして。もうあなたにお母さんなんて呼ばれたくありません。きっぱりと言われて、さすがの玲子もがっくりとうなだれた。その後、マサルと玲子の協議離婚は無事に成立したのだった。後日、愛人と部下を結婚させたことなどが問題となって、例の上司は左遷された。マサルも会社を自主退職したけれど、悔いはない様子だった。マサルと玲子は家を売却したお金で母への借金を支払った。玲子はさらに慰謝料も支払わなければならなかったので、かなりの額の借金をしたようだ。さらに玲子は例の上司の妻から慰謝料を請求されたらしい。これはすべて玲子本人から語られた事実だ。頼るところがなくなった彼女は、離婚後、復縁をしたいと、マサルと私たちに連絡をしてきたのだった。本当に心から反省しています。私、皆さんにひどいことばかりしました。そうね。私たちはあなたに嫌な思いをたくさんさせられた。悪夢みたいな毎日だったわ。すみませんでした。お願いします。私にチャンスをください。マサルさんとやり直させてください。残念ですけど、マサルはもうあなたと関わりたくないそうです。私も娘も同じ気持ちです。金輪際、私たち家族に近寄らないで。いいですね。母に強く言われて、その日はしぶしぶ帰った玲子は、その後も家の周りに赤ん坊を連れてうろついていることがあった。私たちは慌てて離婚の時にお世話になった弁護士に相談した。
その結果、裁判所から接近禁止命令を出してもらうことができた。こうしてやっと私たち家族は平穏な生活を取り戻したのだった。マサルが共通の知人から聞いた話によると、玲子は田舎の実家に帰ったらしい。そこで両親にものすごく叱られて、ついには勘当されたのだとか。実家から追い出された玲子は赤ちゃんを施設に預けて、アルバイトをいくつも掛け持ちしながらなんとか暮らしているそうだ。離婚後はマサルが静香を引き取った。今はマサルと一緒に我が家で生活している。母と私がたっぷり甘やかすからか、最近では少しずつわがままを言うようになってきた。笑顔も増えて、玲子といた頃より大きな声で笑うようになったと思う。マサルはというと、新しい仕事を見つけて意欲的に働いている。こちらも前より少したくましくなったようで、母と私にとっても頼もしい限りだ。誰に気兼ねすることもなく、静かの世話ができることを母も喜んでいる。いろいろと嫌な思いをしたけれど、一番いい形で決着がついたと私はそう感じている。最近の私の悩みは、母からたびたび、あんたもそろそろ結婚したらと言われること。良くない例を嫌というほど見た後だから、正直結婚にはためらいを感じる。だけど、静かと接していると、私も子供が欲しいな、なんて思うのも事実だ。そうなると、まずはパートナーを見つけないといけない。失敗を恐れず、まずはマチコンにでも参加してみよう。幸せな将来を思い描いて、それを実現できるように努力をしてみよう。そんな前向きな気持ちが芽生えてきた今日この頃だ。